テレ東ビズ。こんにちは、天羅万象久保田勝です。20日が暦の大寒ということで、これからしばらくがですね、1年で一番寒い時期ですよね。さて皆さん、こちらのこの言葉ご存知でしょうか。これ、ジャポーじゃなくて、ジャパウって読むんですよね。これご存知だといいんですけども、日本に関係がありそうだなというのはわかりますよね。実はこれは、はい、こちらなんです。ジャパンとパウダースノー。これ、つまりですね、粉雪を合わせた言葉なんですね。スキーが大好きな方、実はご存知の方も結構いらっしゃるかもしれませんけども、これ、外国のスキーヤーとかスノーボーダーの間でも今やかなり認知されている言葉なんです。で、パウダースノーといえばもちろん粉雪のことなんですけども、北アルプス方面や東北地方のスキー場、そして北海道のスノーリゾートといえばですね、真冬のトップシーズン、粉雪、パウダースノーだよねっていう感じなのは当たり前なんですけども、そんな日本のパウダースノー、量も質も欧米に負けないどころか海外の人を魅了しているようなんです。そもそもジャパウという言葉が出てきたのは今から20年ほど前だそうです。特に北海道のニセコあたりの雪の質に感激したオーストラリア人のスキーヤーが広めたという話があるんですね。ニセコというとスキーリゾートのすぐ東にそびえるこの蝦夷富士羊蹄山ですね。北海道に飛行機で行くと苫小牧方面の海岸線が見えて、着陸が近づいてくるとだんだん進行左に美しい姿が見えてきます。で、パウダースノーの聖地ジャパウでよく知られているのは北海道のニセコと富良野、そして長野の志賀高原などのスキーリゾートです。それにしましてもアルペンスキーの本場やロッキー山脈のスキーを楽しむ、欧米人になんで日本の粉雪が人気なんでしょうか。まず言えることは、とにかく日本は緯度の割に雪が豊富だということなんですね。それは過去の冬季オリンピックの開催地を見ると分かります。これまで冬季オリンピックは北半球でしか開かれたことはありません。1998年に大会が開かれた長野は北緯 36.6 度で過去最も南で開催された冬のオリンピックなんですね。で、北緯43度の札幌でさえ、順番で言うと6位なんですけど、これヨーロッパの開催地に比べれば南であることが分かります。北海道の、北の方、稚内の緯度というのは北緯45度なんですね。よく北の大地とか北酒場とかいうと、普段本州より南で暮らしている人間にはですね、なんか北という言葉に旅の郷愁なみたいなものを感じるわけなんですけども、でも赤道がですよ、緯度でいうと、0度ですね。で、北極が北緯90度、この間が90度で、稚内北緯45度ってことはちょうどその真ん中ということになるわけですね。ちなみにフランスのパリは北緯が48度、イギリス・ロンドンが北緯51度、スウェーデンのストックホルムは北緯59度なんです。ですから、稚内の宗谷岬の方がパリやロンドンより南にあるんですね、実はね。で、日本が北半球の中緯度の国としては大変雪が多いというのはですね、偏西風の風上に雄大な大陸、ユーラシア大陸があって、そしてシベリアまでがあること。で、加えて大陸と日本列島の間に日本海という水蒸気の源があるからなんですね。大陸に高気圧、日本の東に発達した低気圧がある西高東低の冬型の気圧配置なんですけども、対馬暖流が流れ込むため日本海は冬も比較的暖かい海なんです。で、上空の基本的な風は偏西風です。西から吹いてきます。大陸からは北極方面からシベリアを経由して非常に冷たい大陸の寒気が日本海に流れ出してきます。で、暖かい日本海から立ち上る水蒸気と大陸育ちの冷たい空気が触れ合うことになるわけなんですね。冬に冷えた浴室でお風呂の蓋を取りますと盛大に湯気が立ち上る経験というのはよくありますけども、日本海上空に立ち上った水蒸気は強い寒気で冷やされて雪雲となります。で、季節風に流される雲は日本海に筋状に並んで本州や北海道の日本海側にぶつかってくるわけなんですね。この背後もこれ羊蹄山です。さて、日本列島は広すぎも狭すぎもしない日本海を挟んで冷たい大陸の風下にあることで大量の雪が降るというかなり珍しい位置にある島国ということができるんです。で、欧米のスキーリゾートはヨーロッパアルプスにしろ、例えばカナディアンロッキーにしろですね、かなり本格的な山岳地帯にあると思いますよね。
あると思うんですけども、日本の場合は北アルプスから新潟とかあるいは東北、北海道にかけて鉄道とか高速道路ですぐそばまで行けるようなところ、市や町があるところで大量の雪が降ってスノーリゾートがあるというのが特徴なんです。で、日本のスキー場を経験した外国人のブログなどを見ると、かなり感激した様子がわかるんですね。街のちょっと山沿いに雪のたっぷりあるスノーリゾートがあることに驚いたり、ちょっとアフタースキーで美味しいものが食べられるとかですね、感激している様子がありありと書かれています。さあ、そして、これですよね。先ほどから出てきました。ジャパンパウだ。ジャパンパウダースノーです。東京でも時々交通が乱れるような、まとまった雪が降ることがありますけども、粉雪というのは東京ではほぼないですよね。基本、湿り雪、ベタ雪です。一方で中部地方とか、北陸、東北の山沿いのスキー場の粉雪。で、北海道ともなればトップシーズンのパウダースノー。これはもう当たり前の話です。で、湿った雪と粉雪の違いは何かといえば、これはもう雪に含まれた、水分量だと容易に想像がつくと思うんですけども、実はこういう言葉があるんです。はい。雪水比と、読むんですけども、これ節水比と読む方も実はいるんですけども、気象の言葉としては基本雪水比なんですね。で、センチで表した降雪量をその時のミリに換算した降水量で割った時の数字ということで、次の式を見てください。1ミリの降水量が雪として降って1センチならば、これ1分の1ですから、雪水比は 1.0。雪として降るのが2センチになったら、同じ1ミリの降水量なら雪水比は1分の2で 2.0 となります。値が小さいと湿った水分の多い雪。値が大きいとふかふかした乾いた雪ということになるんです。関東などで降る南岸低気圧の降雪の雪水比は 0.5 から1程度のことが多いんです。さて、訪れる人の多いスキーリゾートのある地域の雪水比の平年値というのがあります。ニセコに近い北海道の蘭越町では 1.9、肝別で 2.6 と数字やっぱり大きいです。なるほど、ニセコの雪が乾いたパウダースノーになるのもうなずけるわけなんですね。それから内陸の富良野では雪水比が 2.94、もう3近くあるわけです。ですから同じ降水量でも雪の量としては富良野は東京の3倍から5倍くらい積もることになるわけです。信州でも標高の高い菅平高原では雪水比が2を超えています。で、一番下見てください。スキーリゾートで世界的に有名なカナダのウィスラーは海抜1800メートルの山岳リゾートなんですが、雪水比は 0.9 と、この雪度という点では北海道や信州の方が圧勝と言えるんですね。言ってみればさすがジャパウということになります。まとめていきますとですね、日本は海外からのアクセスも非常にしやすい場所にあると。それから雪が豊富でパウダースノーの新雪がどんどん積もるスキーリゾート。ある日バーッと滑ってもですね、また翌日にはしっかりパウダースノーが積もるというのが外国人には人気らしいんですね。そしてそのリゾートへの国内のアクセスもいいということが言えます。なるほど、ジャパウが外国のスキーヤーとかスノーボーダーに人気があるわけなんですね。で、ついでに言えば、もともと季節に関係なく日本というのは外国の方には大変人気のある観光地ですよね。そして私たちにとってはちょっと今微妙なんですけども、何しろ円安です。円安です。で、今年は暖冬傾向なんですが、やっぱりこのジャパウを目指してですね、大勢の方が海を渡ってきそうな気がします。天羅万象でした。最後までご覧いただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方は、こちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。